XXXG01SR ガンダムサンドロック進化の系譜。 XXXG01SR ガンダムサンドロックは1995年に放送されたテレビアニメ新機動戦記ガンダムウィングにおいて5人のガンダムパイロットの1人であるカトル・ラバーバビナーが登場した機体です。オペレーションメテオで降下した5機のガンダムのうち H 教授が L4 コロニーで開発した機体で、カトルに付き従うマグアナック隊の面々を率いる隊長機として戦いを繰り広げました。後半では改修を受けてサンドロック回となり、ガンダムチームの指揮官機として活躍します。また OVA 新機動戦記ガンダムウィングエンドレスワルツや漫画新機動戦記ガンダムウィングエンドレスワルツ敗者たちの栄光では、ガトキハジメ氏によってリファインされたガンダムサンドロックエンドレスワルツ版が登場。そして小説フローズンティアドロップでは H 教授が開発した機体をベースとしたシェヘラザードが登場しています。今回はそんなガンダムサンドロックとその派生機について解説させていただきます。行こう、僕のサンドロック。アフターコロニー193年、5人のガンダム開発者の一人である H 教授は連合の資源衛星 MO3 で資源採掘を強いられていましたが、マグアナック隊とカトルの活躍によって他の労働者たちと共に解放されます。そして L4 コロニーの名家ウィナー家の元を訪れ、カトルの父で当主のザイード・ウィナーに保護され、かくまわれることになりました。そこで H 教授は地球圏統一連合トーズに対する反抗のために、バートン財団をはじめとする一部のコロニー勢力が計画した一大テロ作戦オペレーションメテオに参加するためのガンダムを建造しようとしました。真のオペレーションメテオは5つのコロニーを地球へ落とし、混乱する地球圏を5機のガンダムで制圧するというもので、平和主義を掲げるザイードはこれを拒絶しますが、これに対してカトルは反発し、戦うことで戦争を終わらせると考えてサンドロックのパイロットとしての訓練を行いました。そしてアフターコロニー195年、オペレーションメテオの実行直前、バートン財団から送られてきた督促の暗号文から H 教授は大量虐殺を伴うオペレーションメテオの内容を知って憤慨し、これを否定しました。純粋で優しいカトルに配慮した H 教授は真のオペレーションメテオの詳細やバートン財団の真意をカトルに知らせることなく、お前はお前の意志で戦えと言い、カトルとサンドロックを送り出しました。サンドロックは地上での白兵戦を得意としており、他のガンダムにも増して分厚く堅牢なガンダニウム合金製の装甲となっています。劇中では宇宙船に対応しておらず苦戦する中、トロワの元へ駆けつけるため分厚い装甲を生かしてシャトルの爆発で無理やり加速するという荒技も見せていました。同じく接近戦を重視しているベッサイズやシェンロンと比べると、高い機動力とステルス性能に基づく一撃離脱の隠密戦に特化したベッサイズや、柔軟な駆動フレームに基づく近接白兵戦機であるシェンロンと違い、スピードよりもパワーを生かした正面からの切り込みを得意としています。また状況把握や指揮において優れた才能を持つカトルの上機ということで、隊長機指揮官機としての運用を想定した高い情報分析能力を備えており、通信管制指揮伝達に長けた機体となっています。さらに砂漠などの高低温環境や不整地での運用が考慮されているので、機体のサブカメラは視界を埋め尽くす砂嵐の中でも正確に機能するものとなっています。さらに他のガンダムにはない機能として H 教授により自爆装置に特殊な細工が施されています。作中でカトルがサンドロックの自爆装置を起動した際、サンドロックはコックピットを開きました。カトルは僕に降りろって言うのかと言っており、あたかもサンドロックが意思を持ってカトルに脱出するよう促しているような演出になっているのですが、小説新機動戦記ガンダムウィングエンドレスワルツによると、これはもともと H 教授がサンドロックに組み込んでいた機能で、自爆装置を起動するとコックピットの扉が開き、オートで敵に向かわせるプログラムが組み込まれているということが明かされています。僕に降りろっていうのか、サンドロック。武装としてはまずメインウェポンとしてエチオピアの刀剣ショーテルをモデルとした2振りの巨大な極刀ヒートショーテルを持ちます。その名の通り高熱の刃としても機能し、あらゆる環境で高い切れ味を誇ります。二刀流で使用するケースが多い武装ですが、投擲する場面もありました。なおオープニング内のような二刀流で
敵機起きる瞬間の効果音が印象深く、ネット界隈ではと呼ばれています。この効果音自体は初代機動戦士ガンダムから存在するのですが、サンドロックで特に印象に残っているようで、ニコニコ動画でガンダムウィングのオープニング映像のサンドロックが登場する際には、仏秘眼の文字が溢れんばかり流れるという事態になることもあります。次に、コブラの顔をモチーフとしたシールドは、対ビームコーティング仕様で、先端部にクローが装備されているほか、コブラの目に当たる箇所から強烈な光を発して敵の目をくらませるフラッシュ機能が搭載されています。またスラスターを備えたバックパックを取り外し、シールドとヒートショーテルと組み合わせて大型の粉砕武器クロスクラッシャーにすることが可能です。劇中ではエアリーズを容易に破壊する様子が見られます。両剣部にはホーミングミサイルを内蔵しています。回収前では唯一の中遠距離装備で自動追尾によって正確に敵を破壊します。また射撃兵装としてビームサブマシンガンを持ちます。こちらは設定上もともと持っている兵装ですが、劇中ではサンドロック回に回収された後で使用されている兵装です。他に頭部にはバルカンを搭載しています。漫画敗者たちの栄光に登場したサンドロックはサンドロック回エンドレスワルツから逆算する形でリファインされました。もともとは OVA 向けにリファインされた機体の前身にあたるということでアーリータイプとも呼ばれている機体で、カラーリングはテレビ版のサンドロックに近くなっています。武装にも変更があり、ヒートショーテルがより大型のものになりました。劇中での描写はありませんが、マスターグレード版アンプラでは2振りのショーテルを連結させる形態が追加されています。そしてクロスクラッシャーはバックパックなしでシールドとヒートショーテルのみで合体するようになっています。テレビアニメでは使用されていた本兵装ですが、こちらは敗者たちの栄光では描写されておらず、マスターグレード版アンプラでのみ見ることができます。なお剣部のホーミングミサイルは撤廃されました。さらに作中では敗者たちの栄光オリジナルの追加装備も登場しました。まずアルマジロを意味するアーマディロ装備です。両肩にマグアナックのシールドを改造した着脱可能な増加装甲が追加され、さらにコウコウド跳躍用のブースターが追加されます。劇中では2回登場しましたが、2回目のバージョン2では新たにマウントアームにシールドやミサイルポッドを追加装備し、フロントアーマーの形状が変更されています。次に高速強襲装備です。こちらは下半身を覆う着脱可能な増加装甲を追加するというもので、ホバー装置が内蔵されているので地上戦での機動力が向上しています。ウィングガンダムのダスターライフルによる攻撃からシャトルをかばって破壊されますが、内部のサンドロックを無傷で保つほどの高い防御力を誇ります。マグアナックにも装備可能で、両部両側面には武器を搭載可能なハードポイントを備えていました。さらにエンドレスワルツ版のサンドロック回から逆輸入する形でタイビームコーティングマントもこの時登場しています。設定上は大気圏突入やタイビーム兵器の防御に機能するというものですが、敗者たちの栄光では隠密行動に使用しているのみで、ターゲットへ近づく際にはバージしていました。また宇宙に上がってからはサブマシンガンの代わりにウィングガンダムのバスターライフルと同様のカートリッジを用いた専用のビームライフルを装備しました。作中では回収前の宇宙船に適応していない状態にもかかわらず、バスターライフル譲りの効果力によりプラネイトディフェンサーを装備したビルも相手に前線する様子が描かれています。劇中でサンドロックはオペレーションメテオを発動し、地球に降下した後、マグアナック隊と共にオズと交戦していきました。しかしオズとの共存の道を選んだコロニーがガンダムパイロットたちを見捨てると、戦況は劣勢になり、シンガポール基地ではデュオとウーフェイを宇宙へ脱出させるためのおとりとしてカトルは戦い、最終的にサンドロックを自爆させることを決意します。しかし H 教授の計らいによってカトルは生き延び、そこから宇宙へと脱出しました。その後サンドロックはオズに回収され修復されていました。そしてサリーポーとマグアナック隊の共闘によって奪還され、宇宙から戻ってきたカトルの手に戻ることとなります。その後は合流したサンクキングダムの防衛戦に参加しますが、結果的にサンクキングダムは再び崩壊してしまいました。それでも平和を目指す戦いを続けるカトルたちはピースミリオンに合流。そこで
マイク・ハワードたちの手によってサンドロックは宇宙船に対応するための改修を受けました。こうして改修された機体がサンドロック海となります。サンドロック海はスラスターやバーニアが増設大型化され、機動性が大幅に向上しました。バックパックが変更されたことでクロスクラッシャーが使用不可能になりましたが、その代わりにビームサブマシンガンによって火力が増強しました。なおサンドロック海に改修されて以降はヒートショーテルで切りつける向きが縁の内側から外側に変わっていると話題になることがありますが、そもそもモデルとなったショーテルは両刃の剣なので特に問題はないようです。劇中ではガンダムチームの指揮官機として立ち回り、カトルの優れた指揮によって主に戦術面で活躍しました。ホワイトファングのドロシー・カタロニアがゼロシステムを使いこなして指揮するモビルドール部隊に苦しめられ、ガンダムチームがうまく連携できない中、一時的にヒーロによってコピーされたゼロシステムを搭載して対抗することもありましたが、その後自信をつけたカトル自身の手で取り外されました。そして最終的にミリアルドがリーブラを地球へ落とそうとしましたが、無事崩壊させることに成功し、戦いは終わりました。今わかりました。宇宙の心は彼だったんですね。その後アフターコロニー196年を描いた OVA 劇場版アニメエンドレスワルツでは、ガトキハジメ氏の手によってガンダムのデザインが一新されました。当初はテレビ版の機体と区別するためガンダムサンドロックカスタムと呼称されていましたが、リファインされてはいるものの物語上は同一の機体であり、カスタム名称では改良機との誤解を招くということで、徐々にガンダムサンドロック界エンドレスワルツ版という名称表記へ移行されていきました。本機は機体色が変更されているものの、敗者たちの栄光版と基本的には装備は同じですが、劇中では全身を覆うタイビームコーティングマントと剣部に増加装甲を装備した姿で登場しているほか、ビームマシンガンを使用しておらず、ショーテルのみで戦いを繰り広げています。劇中ではウーフェイのナタクを除く4機のガンダムは平和な世界にガンダムは必要ないというパイロットたちの意思のもと、廃棄資源衛星に乗せて太陽に送り廃棄される予定でした。しかしマリーメアの反乱が発生したため、これに対応するべくカトルによってガンダムは回収されます。そしてカトルのサンドロック界はデュオのデスサイズヘル、トロワのヘビーアームズ界とともにブリュッセル大統領府へと降下し、ゼクスのカルトールニス3やノインのカルトーラスとともにマリーメア軍のサーペント部隊と激戦を繰り広げました。命を奪う戦いならもっと早くに終わっています。でもそれじゃあ僕たちが来た意味がないじゃないですか。なおこの時カトルたちは敵のパイロットを殺さないという信念を貫いて戦っています。サンドロック界においてもヒートショーテルはテレビ版やゲームの描写とは異なり灼熱化しておらず、手加減していたと考えられます。最終的にショーテルは折れ、カトルたちは追い詰められてしまいますが、ウィングゼロが大統領官邸の核シェルターの破壊に成功したことがきっかけとなり、戦いは終結しました。その後カトルたちガンダムパイロットはそれぞれのガンダムを自爆させ、今度こそ平和な世界にガンダムは必要ないという信念を果たすことに成功しました。こうしてアフターコロニーの世界ではモビルスーツの存在はなくなったはずでしたが、続編となる小説フローズンティアドロップでは時代はマーズセンチュリーとなり、マーズスーツという名の機体が登場していきます。その中でサンドロックの系譜につながる機体がシェヘラザードとなります。本機はもともと H 教授がウィングゼロの開発とオペレーションメテオの間に開発していた試作機で、若かりしノインや子供のカトルが登場し、未完成のまま廃棄コロニーの破砕作業や第二次月面戦争に出撃していましたが、最終的には解体されてしまいます。しかしマーズセンチュリーになり、ドクトル T と名乗るトロワ・バートンがプロメペウスと共に再建造しました。フローズンティアドロップ物語開始時では完成度 80% のため、本機は装甲が完成しておらず、火星の磁気嵐への対応やステルス迷彩機能などを備えたマントビザブベールで全身を覆っています。そのため全体像は明かされておらず、詳細なデザインは不明です。試作機の段階ではサンドロック同様ヒートショーテルを装備していましたが、再建造されて以降はアラビア風の短剣ジャンビーヤをメインウェポンとしています。ガンダニウム合金より軽量で頑丈な MG 合金で作られているジャンビーヤによって
民族舞踊のベリーダンスのような動作で近接攻撃を行う密接戦で非常に高い戦闘能力を発揮することのできる機体でした。加えて本来はシャムシールという長い信月塔も装備する予定でしたが、ソフトウェアが未完成だったため装備されることはありませんでした。劇中ではプロメテウスを持ち出して出奔したカトリーヌ・ウードウィナーを追うべくトロワフォボスが登場し、プロメテウスを戦闘不能にします。その後ラナグリン共和国の侵攻戦では機体を交換してカトリーヌの上記となりました。リリーナのラナグリン共和国投降時にはその阻止のため大破したワーロックに代わって一時的に2代目ディオが乗り込みますが、ラナグリン共和国との最終決戦には再びカトリーヌが登場するなどパイロットの変遷が激しい機体でした。余談ですが、カトルはテレビ版の最終回でヒーロのことを宇宙の心と呼んでいますが、宇宙の心とは元は完全平和主義を提唱したコロニーの指導者ヒーロユリの独立宣言の文言とされており、ガンダムパイロットのヒーローを指導者ヒーローになぞらえて表現したと考えられます。しかしアニメ作中ではこの話が描かれておらず、さらにフローズンティアドロップではゼロシステムを上回る未来予測を可能とし、人々の意識にアクセスする官能能力として描かれました。いわゆる宇宙世紀のニュータイプ能力のようなものだと思われますが、テレビ本編を見ていても伝わりにくい内容だからか、ヒーローを宇宙の心と呼んだカトルは作中での闇落ちなども相まって一部界隈では電波キャラと呼ばれるようになりました。どういうこと？僕だけのけ者にしてるんだね。落ち着け、カトル。ほら、漫画とかでよくあるだろう。カトル、お前の言っていることはあまり論理的ではないぞ。おい、落ち着け、カトル。みんな滅びてしまえ。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。